9。はい、それでは始まりました。合同会社フラットメディア経営がお送りいたします、フラットな時間第1回をお送りしたいと思います。お願いします。いやー、ということでいよいよ始まりましたですね。はい、そうですね。記念すべき第1回のはい、ゲストですね。はい、私の親友でもある、はい、それからいろいろですね、日頃プライベートでお世話になっている、はい、柳原武さん、はい、通称ですね、この番組におきましてはミスター柳原という名称で、ご出演いただきたいと思います。はい、で、柳原さん、はい、ちょっと自己紹介を。はい、はい、どうも、はい。どうぞ。カツができるんですか？でき大丈夫です、大丈夫です。はい。こっち見て話した方がいいですか？あ、どうぞ。はい。どうも、はじめまして。ミスター柳原です。ミスター柳原。ミスター柳原ですね。柳川さんとはもう、本当今でも3年の付き合いで、こちらこそいつもよくしてもらってる。で、いろいろ教えてもらったり、そうですね。本当人生の大先輩として、いつもお付き合いさせてもらってます。はい、というわけで、よろしくこんお願いします。柳原さんでお送りしますのでね、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はこのスタジオをね、南森町の、レンタルハウスを、はいお借りしてということになりますけども、こういう感じでね、第1回をお送りしますので、本日のテーマはですね、占いの活用方法ということで、柳原さん、占いなんかは、なんかやってはんの？僕は占いは、基本的にしないですね。基本的にしない。本当朝の、ニュース番組とかで、星座占いとかをちょっと見るぐらいで、基本的にはもうしないですね。要はあるね、キッチンジの占いを、そうですね。朝の番組とかでやってあるけど、あれでね、1位になったらね、テンション上がる人もおるし、最下位になったら落ち込んでね、見に行かんでよかったみたいな人もおるけども、ああいう占いはもう信用しないということ？そうですね。基本的には信用しないですね。ただ、ハッピーになったりとかはありますね、見た瞬間は。四柱推命とか、いろいろ細木数子さん、占い師、いろんな有名な人、いっぱい出てきて、一応ブームになった時もあるけど、今タロット占いとかもあるし、ゲッターズの飯田さんのやつもある。よく当たるっていう。占い師はいろいろ出てきてあるの。テレビ番組も出てきてあるし、僕はね、いい時はね、信用するんだけども、これがあったのが、ある女性とちょっといい関係っていうか、お付き合いするかなっていう感じの方になった時に、占いしてね、無料占いっていうのがあって、名前、ひらがな、相手の名前を最初、聞くねんけど、生年月日とかちょっとやらしいから聞かれ。名前だけは知ってる。付き合おうかなと思ってる子。名前と、自分の名前と名前同士で占いできるんだね。名前占いっていうの。相性を見るっていう。相性を見るっていうので、血液型とか生年月日は分からへんから、それ聞くのはちょっと親しくなっていかないから、それだけでまず最初軽く占いしておいて、無料のやつで。ほんで、パーセンテージとかも出るねんけど、何パーセント、80%、90%。その子は良かったんやけど、詳しく見るっていうのは、最初の相思相愛ですみたいなことが書いてあって、これはええわと思って、で、うっかりその URL を調子乗ってもって送ってんが、その女の子に。ああ、よかったです、それは2人の相性良くてよかったです、みたいな。喜んでくれてんけど、で、詳しく見るっていうのがあって、二段構えみたいになっとってね。詳しく見るのところは、2人がふと目と目が合った時は、この人は合わないと直感で思いますみたいな。あんまり良くないことも書いてあって、ぐっと詳しく見るのところを押したらね、それを見たんかなと思って、それでそのことは結構うまいこといかなかった。最初喜んでくれてんけど、やっぱそれぐっと詳しく見るのところを見よったんかな思ってね。そういうこともあるから、あれちょっとミスってん。そうですね。特に女性は占い結構ね、占い信用するから、占いいい時はそうやって無料占いとかでもあるやん。スマホとかで簡単にできるから、いいやつは送ってあげたらいいねんけど、俺みたいにちょっとうっかりミスでね。そうですね。詳しく調べたら、悪いことも書いてある。で、まだその段階やったから余計、ちょっと躊躇されたかもしれないです。それもあったかもしれない。もっと長年一緒にいてとかやったら、お互い対策とかで寝れ、そういうので逆に盛り上がったりも盛り上がってる視点が最初の段階だったからね。そうですね。だから使い勝手によってはいい結果の時は、最初付き合い始めの子とかはもうプラスに働くと思うんだけど、ちょっと慎重にそれもどの占いがいいか、悪い占いもいっぱいやってることあるから、いい占いの時だけURL で教えてあげる。効果のと。そうですね。婚活の今いろんなビジネスがあって、占いも婚活に用いましょうみたいな、婚活
イベント、婚活パーティーとか、なんかマッチングアプリとか、まあいろいろ婚活パーティー、マチコンとか、そういう婚活イベント、婚活ビジネスやってはる人が、占いの相性占いをやって、その結果をですね、参加者同士に知らせて、ああ面白いですね。そうすると例えば1番さんと8番さん、1番の男と8番の女が相性 90% とか、それでグッと引き寄せられるやん。それで制約率が上がっていく。で取り入れてはる婚活イベント屋さん多いってやるけどね。相性いいですよね、確かに。そういうのでこう興味のきっかけになるじゃないですか。あの人と相性いいんやでちょっと話してみようっていう、そういうのではありかな。何かのきっかけがないとね、今結構晩婚か非婚か言われてるやんか。その中でなかなかきっかけ結婚するきっかけないから。そうですね。なんか営業とかでも結構取り入れてる人いるらしくて、占いを。そうですね。そのお客さんのタイプを診断して、でこういう方にはこういうふうな話し方でとか、アプローチ方法を変えるっていう意味で結構こう活用してる人が。これも今 AI を用いて AI で婚活診断やって占いやりますね。人間がやるんじゃなくて AI がやってくれるやつもある。占い自体を。そうそう、占い自体。その結果を見たら信用するやんね。これからいろんな場面で使われるようになってくると思うんだよね。そうですね。占いっていうのはね。なんか恋愛だけじゃなくてね。なんか科学的な時代に逆になんかそういうの流行ってるっていうのがなんか面白いですね。これは恋愛の占いやねんけど、今言ったようにビジネス占い、ビジネスの相性もあるし、あと上司部下の相性もあるやし、あとまあ先輩後輩とか友達同士とか採用とかでもなんか使われるかもしれない。柳原さんはなんとこの結構いろいろ営業の仕事やってはるから、そうですね。結構人を見る目あると思う。まあそんなこともないですけど。分かる初対面でこの人顎合えへんっていう。でもなんとなくありますね、それは。いや要はあれや血液型やとか星座やとかね、そういうデータ的なものじゃなくてちょっと直感でね。そうですね。だからあんまりいろんな生年月日とか血液型とか知らんと知ってしまうとね、先入観があるから。そうですね、それは確かにありますね。まあだから面接の時と一緒で、今結構新卒の大卒のね、新卒の採用で取り入れられてるのは、もうなんかフィルターをかけたあくまで大学名とか学生時代のどういう課外活動やってきたか、それだけじゃなくても直感でこの質問したらこういう答えが返ってきたからだからこの人にはこういう適性があるんだよなみたいな、そういう採用方法も取り入れられてるらしいから、そうですね。だからフィルターをかけへん、履歴っていうか文字情報だけで人を判断せえへんやん。人間関係もそうやな、出身地がどうです、出身高校大学はどうですとかでね、聞いちゃうとそれで偏見持つ場合もある。そうですね。恐れ多いっていう感情になってしまったりとか、ちょっとそういうの。俺がよくやるのは多分柳原さんも営業やってはるから分かるかもわかんないけど、やっぱりどこ出身ですかって聞くやんか。相手の出身地のいいところをどんどん褒めるわけよ。そうですね。そうすると向こうは喜ぶ。そうですね。その出身地の例えば名物とかご当地グルメとか有名人を挙げてあげると、ああよく知ってますねってな感じで喜びある。出身地こう褒められて嫌な人って本当いないんでね、それはもう絶対にしますね。これはちょっと占いと話ずれてきてるんですけど、まあいろいろ占いって結局心理的なもんや。まあ当たるも発見、当たらぬも発見やから。柳原さんどうな仕事上でなんかそういう取り入れてることは？そうですね。僕自身は全くですね。ただやっぱ生年月日とかでやっぱ聞くこともあったりするので、そういう意味では生年月日聞く占いとかを仕事に生かしてるような人とか結構周りではいますね。まあ今までの過去のビジネスだけじゃないですけど恋愛経験も多分あるやろうから。そうですね。僕はあんまりでも気にしないですね、恋愛とかでは。そうですね。で手相とかもあんまり気にしないで、おみくじとか。そうですね。本当強いて言えば本当初詣のおみくじぐらいですね。おみくじ引いて、ただもうそれも引いたもう瞬間だけですね。もう10分ぐらいハッピーになったり落ち込んだりぐらいで、あとはもう忘れますね。初詣行った時のね、そうです。神社なんかにくぐりつけて。そうですね。いい時はね、大吉とかやそうです。何回も引くやつおるよね。大吉が意味ないっちゅうね。いますね。何回も大吉が出るまで引くと意味ないからね。でもなんか今日がまだいいとか
あとちょっと占いと話違うかもしれないけど、暦ね、大吉とかあるやん。あれ結構気にする人が多くって、実はね、いろいろ調べてみるとね、この間と知り合いの人が引っ越しをすんねんという話になって、ほんま大吉の方がええと思うよ。いろいろあるやん、先が吉とか、友引きとか、いろいろあるやんか。調べてみると、仏滅はどうもいいみたいな。引っ越して。仏滅は必ずしも悪い意味ばっかりじゃなくて、新しく生まれ変わると。仏を召して新しく生まれ変わるという意味があるから、何かこれが新しい門出とかいう引っ越しの時はいいみたいな、意外と。それ調べて分かって教えてあげて、ある日予定してあった日があってね、引っ越しの日。それってだから大吉がいいと思ってあったからね。で大吉の方がいいから引っ越ししようと思ってたし、そんなのあんま気にしてなかったわって調べてあげてたら、それ仏滅やで。で僕はやめとこうかなって言わはってんけど、ちょっと待てって調べてみたら、いや仏滅は実はええねんと。そうなんや。よかったね、直感でその日って言って僕がアドバイスしてあげて、そのまま当初の予定日引っ越しやって、そうなんです。仏滅の日で、ちょっとうまいこと言ったら、いい話聞きました。僕も今月引っ越しするんで、そうですね、11月28日にお移動するように。28日はちょっと仏滅かどうか知らんけど大吉はまあそれは吉日やから、冠婚葬祭のめでたい結婚とかもちろんいいねんけど、大安でしたっけ？大安吉日はね。あとね、商売始める日も僕もこの間4月、令和3年の4月1日会社設立してね、このプラットメディア系のこの第一杯ですね、この番組。実は会社はですね、何やったかな、仏滅はまああかんねんけど、先が違いね、先に勝つっていう。それもあるみたい。会社設立日は何がいいと。大吉はまあいいねんけど、先が違いとかってあるらしいから。若いですね。いろいろ調べてみると面白い。会社設立日、引っ越し、いろいろ人生のこの区切りとなるね、あれやっぱ岐路ってポイントは。柳原さんはどうなんですか？いろいろ今そうですね、まだ若いからね、これからいろいろな門であると思う。そうですね。でも基本的にはその大安っていう日を目指して、そのめでたいことはその日に合わせて精進合わせて、あんまりそれを気にする人と気にねせん人おるけどね。でも一応やっぱり大安だけは気にしましたね。結婚の日とか。そうですね、結婚式特にそうですね、結婚入籍の日とかで結婚式の日、それぐらいかなは、むしろその式場の方にも言われますね。この日はそういう日じゃないけど大丈夫ですかで、値段も今変わるみたいな。高いわね。そう大吉やってね。そうですね。だったらちょっと値段上がるみたいなあるんで。大吉ってそのみんなめでたいイメージしかないから、コンビ名にしてある人もおるぐらいやからね。大吉言うたら。けど仏滅っていうコンビ名はないからね。縁起悪いから。みんな験を担ぐみたいなのあるわ。けど今言った意味でその新しい門出とか、そういう意味で捉えれたらいい名前になるかもしれないですね。俺も全然気にしなかった。仏滅はあかんの分かったんだけど、まあそういうまだそのイベントで大きいイベントも俺もあんまないからね。引っ越しぐらいから引っ越しの時も全然会社設立は結構大きかった。そうですね。その時も気にしなかった。とにかく7月1日にしたかっただけ。なるほど。その暦とか全然関係ない。それはなんか思い出の日とか。それでこれ税金的な関係で7月1日にしてると年に2回の特例納付ってね、所得税の納付が年に2回できれいに住み分けできる。7月10日と1月20日の年末調整2回で。それたまたまやねん、それまた。それ知らんかって、後で分かったことやねんけど、そういうの皆さんね、ありますよ。おすすめは7月1日ですから、これからね、この動画をご覧の方、会社設立される方の7月1日が僕はおすすめですけど、これちょっと余談ですけど、いいでもそう情報ですね。ということで、弦を担ぐということで、最後、その柳原さん、何か弦を担ぐためにやってることありますか？そうですね、まあ本当ありきたりですけど、下着ですね。下着。僕はまあその勝負パンツっていうものを、そうですね。こことという時は、そうですね。どういうパンツ？っていう時はお気に入りのパンツがあって、そうですね。それを履くようにしてますね。鬼滅の刃みたいな。そういうの出ない。普通はちょっと迷彩っぽいやつなんですけど、ちょっとそのブランド、好きなブランドのところで買ったパンツで、
でまあそれを、基本履きますね。普段はもう全然普通のショーパンツいうとちょっと皆さんあれやねんけど、ちょっといやらしいイメージあるけれども、実はそうではない。普通のボクサータイプのボクサータイプの勝負っていろんな勝負あるけど、どういう勝負？ああ、もうでも基本的になんか僕の場合で言うと、そのまあ大きい商談のそういう勝負、そういう時ですね。柳原さんのことやからね。そうです。勝負言うたらこの商談。そうです。とかはまあネクタイももちろんそうなんですけど、その見えない部分も結構気にしますね。そうですね。このネクタイしていった時は大きい商談決めたとか、弦を担いでまたしていくわけや。はい、そうです。あと最近はみんなマスクしてやるから、このマスクしていった時は大きい。これから出てくるかもしれない。そうですね。このマスクの弦を担いで勝負マスクみたいな。これから皆さんね、出てくるかもしれないので、今マスクもいろんなおしゃれなやつ出てるからね、そういろいろみんなこだわりを持って生きてはる人が結構多いかなと思うの。特に日本人はね、多いと思うわ。マスクで自己主張できるって本当想像できなかったですからね。思うとね、マスクもいろんなおしゃれなやつをこれからしていかんと、ただつけたらええっていうもんじゃないから。そうですね。なんか書いてる人とかもたまにいますし、なんかここで政治家の方は選挙区の地名書いたりして宣伝してはる、うまいことこれを使ってはる。そうです、面白いですね。してはる人もアイデア、柳原さんもね、いろいろビジネスは一生懸命頑張ってはるから、このアイデア勝負やと思うんですよね。そうですね。これからも本当ひらめきが大事なのかなって思うんで、そういうとこを意識していきたいですね。次何が流行るんかみたいな。近未来をね予想していかない。さあ皆さんも今日はですね、占いの活用方法についてためになったかどうかちょっとねわからないんですけど、弦を担ぐっていうのもあって、占いを信用する人はいいところを信用してもいただいたらいいと思うんですけどね。さっき言った僕の失敗談もあるので、付き合おうと思ってる彼女にいい結果が出たと思ったら、実は詳しく見るのところはね、悪い結果の時はあんま見せない方がいいです。それは信用してしまう、先入観を持たれると、せっかくのね、いい出会いがパーになってしまいますので、そこは皆さん僕の失敗談でしたけども気をつけていただければと思います。それではですね、合同会社ブラッドメディア経営主催のフラットな時間第1回はこの辺で終了します。さあ本日のゲストは柳原さん、ミスター柳原でお送りしました。どうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。